やっと研修終わった。長い新人研修だったからな。ようやく現場仕事ができるぜ。どんな街づくりに関われるのか楽しみだね。はじめまして、この度、水木市の都市計画課に配属になった、白麗霊夢と、霧雨マリサです。よく来たね。私が市長の上野木隆一だ。では早速だけど、最初の仕事をお願いしたい。ほんと早速だな。この町の、姉妹都市の開発を任せたいんだ。姉妹都市？水木市じゃないんですか？間違えて新人を大量採用しすぎちゃってね。水木市は人が余っちゃったんだ。ちょっと待ってくださいよ。あとは新幹線で資料読んで、今日からそのまま現地泊まり込みで頼むよ。いやちょっと待てよ。じゃあ私は本庁で次の会議があるので失礼。たまに見に行くから元気でな。なんだったんだあいつは。仕方ない、とにかく現地に向かうことにしよう。しょうがないね。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は先が思いやられるわ。そんなに大変そうなのか？ちょっと資料を見てほしい。今回開発する町の名前は、前和市。前和市？違う。で、地図はこれ。海沿いに三角巣が広がる典型的な地形だね。結構大きい町だな。前和市はもともとは鉱山を中心とした工業都市だった。ただ、石炭需要の低下とともに町は衰退してしまった。北海道の歌市内とかで聞く話だな。そして今回のプロジェクトでは、その町を再開発する。町を一回更地にすればいいんじゃないか？水木市長みたいなことを言わない。それができない事情があるのよ。事情？これが今回の再開発にあたって、市から提示された条件。条件その1、黒字を維持して財政破綻しないこと。まあ、これはそうなるわな。無限資金で一気に再開発、みたいなのはできないってことだね。そして条件その2、人口減少を 5% 未満に留めること。更地にすると人口も減るからそれはできないってことか。さらに条件その3、これが厄介なんだ。まだあるのか。最後の条件は、年間観光客10万人突破。つまり、1週間あたりの観光客を、およそ2000人まで増やす必要がある。ちなみに今の観光客数は？さあ、細かいことは向こうについてから聞けだって。OK。しかしこの新幹線、全然次の駅に着かないな。言われてみればそんな気が。って、なんじゃこりゃー。というわけで、これが今回の舞台の前和市だ。意外といい風景じゃないか。結構発展してるし。そう思うでしょ？これね、全部廃墟。なんだって。駅前中心部もこのありさまなんだ。これじゃ市街地ならぬ市街地だな。うまいこと言ってる場合か。他の地域はどうなっているんだぜ？そうだね、ここで改めて地形を確認しよう。まず前和市中心部に前和駅。JR が通ってる。駅の北側には田園地帯だね。市街化調整地域ってところか。で、南側は海でスルーされた。海の先にあるのがうずら島。本土と島の間にはフェリーが通っているね。一応アクセスは確保されてるんだな。駅の西側には前和市で一番大きな川の平瀬川が流れてるね。すげえ川幅だな。で、駅の東側の川はハゲ川と呼ばれてる。いじめっ子の小学生がつけたような名前だな。ハゲ川の向こう側はすごいことになってるよ。これも全部廃墟なんだろ？その通り。どうしてこんなことになったんだ？その昔、ここに新幹線駅ができる予定だったらしいよ。当時の市長が張り切ってホテルやカジノをたくさん建てたんだけど、国鉄民営化で新駅計画がストップ、ホテルは廃業。妙にリアルな設定だな。さらに市長の汚職が発覚して、観光地化計画そのものが消え去ったらしい。生々しさマシマシだな。観光資源は何かあるのか？一応あるよ。新幹線の山の上にある前和城、元前和地区にある前和神社、そして南の離島、うずら島。なるほど。弱い気もするけどまずはここからか。そうだね。観光客はどのくらい来てるんだ？30人。は？ 1週間で30人来てる。目標は2000人。まずはそこからだな。それじゃあまずは、前和市に新幹線の駅を作ろうか。この市街地を再開発するのか？その通り。でも市街とはいえ住民もいるんだろ？壊したら人口が減るよな。だからまずは駅近くの住民が引っ越せる区画を作るよ。OK。私たちの初仕事だな。頑張っていこう。今回は廃墟に住んでる住民を移住させるための住宅地を、ここ竹原に作るよ。竹原地区の工業地帯も廃墟化が進んでるんだよな。そう。
無人地帯だから再開発も簡単にできるね。団地というと最近だと高齢化のイメージが強いな。昭和30年から40年頃は憧れの場所だったんだけどね。昔の和風の家からすると洋風の設備が人気だったんだよな。そうそう。当時は水洗便所すら普及してなかったからね。そして一斉に入った住民がそのまま高齢化を迎えたと。そういうこと。だからこの団地は部分的に敷地を残して開発するよ。入居者の世代が固まらないようにするためだな。これは駐車場？その通り。集合住宅といえば機械式駐車場のイメージもあるけど、維持費が高い上に住民からも嫌われるから、自走式に変わるところも増えてるみたい。だから今回は自走式駐車場を作っていくよ。機械式駐車場に車を入れるってだけで車を使いたくなくなるもんな。そもそも車離れで駐車場の台数に余裕が出てるってのもあるみたい。都会だと維持費が高すぎて乗れたもんじゃないしな。安全のためにカーブミラーや消火栓も設置していくよ。使いやすそうな駐車場に仕上がったな。これには水木市長もにんまり。お次は小学校を作っていくよ。ある程度の規模になると団地内に保育所や小学校があるんだよな。そうそう。学校まで徒歩30秒のクラスメイトが大体いるやつ。朝ドラを見てから学校来れることでマウント取られたりするもんな。小学生の頃の時間は貴重だからね。今思えば10分の休み時間でよく外で遊ぶ気になったよな。今ならプイって浴びるだけで1時間解けるもんね。今回は植え込みプロップが大活躍だな。本当は日本製のものがあるといいんだけどね。ツツジとかがあればそれっぽくなるんだろうな。花をちぎって蜜を吸う小学生のプロップも必要だね。今度は植え込みじゃなくて花壇なのか？そうそう。学年花壇って呼ばれるので6つ作ったよ。生物係みたいな人が管理するやつだな。そうそう。カラスと大体学級会になる。何かあったらすぐ学級会だからな。仕上げに屋上によくあるあれを作るよ。あれ？まあ見てなって。まず大きなコンクリートを用意して、PO で文字を入力する。あれか。もうわかったんかい。文字を入力したらオブジェクトを回転させて、屋上にはめ込めば完成。うまくできるもんだな。そんなわけで小学校が完成。Google Earth で見ても学校名がわかっていいね。災害の時にも上空から見つけてもらいやすくなるね。市民も安心安全の小学校に通えて幸せだな。次は団地の外交部分を作っていくよ。今回の制作で正直一番時間がかかったパートだな。建物にかなり余裕があるから、間には広場を作っていくよ。水場まであるのか、結構豪華だな。住民にはしっかり観光客をもてなしてもらうためにもそれなりの住空間を与えないとね。それに、もし観光客が前足を気に入ってくれれば、移住を促進できて税収だって上がるってわけよ。さすが金儲けに詳しい方の意見は違う。いずれにしても、住環境の整備はどんな形の都市でも必要だってことだね。ここで道路を拡幅してるのはなんでなんだぜ？今回は歩道を広く取りたいから、最初に広い道路でフェンスや敷地境界を作っておいて、後から本来の細い道路に変えるんだ。なるほど。確かに最近整備された道路は歩道広めだもんな。というわけで、広場の入り口にボラードも置いて完成。歩行者がいるとかなり都市って感じがするな。しっかり歩行者パスを置いたおかげだね。あとはひたすら植物や木を植えてそれっぽい外交を作っていくよ。動画だと一瞬だけど結構な作業量があるんだよな。若い木には杉の子さんが最近公開した支柱を重ねていくよ。今までありそうでなかったアセットだ。ありがてえ。道路と敷地の間には並行して遊歩道も設けるよ。こういうアイデアはどこから持ってくるんだぜ？ストリートビューで適当なエリアを見つけてコピーすればわかるよ。確かにコピーできそうなくらいアセットが揃ってるのに驚くよな。2年くらい前から急激に日本アセットが増えたからね。敷地内の道路は、植え込みとこの縁石ネットワークでしっかり区分するよ。さっきから相当酷使してるよなそのネットワーク。引き出して縁石にしてもよし、埋めて敷地境界線にしてもよしでとっても便利。そういう細かい作業がリアリティを生むから案外バカにできないんだよな。敷地の近くの道路はインターセクションマーキングツールとノードコントローラーでしっかり整えていくよ。デカール一個一個貼ってた時代から言うと驚異的な進歩だよな。オブジェクト数の制限にも引っかかりにくくなったしより大きな街を作れるようになるね。住民の車が通る場所はバンプを置いておくよ。あれ車が痛みそうであんまり好きじゃないんだけどな。ないと暴走する車がいるからね。リユースミサイル。あと、この団地の住民が前は駅に向かうためのバス路線を整備するよ。頼んだぜ。こんな感じでノードコントローラーでバス停にしたい区間を区切って、その中を4車線道路でアップグレードするのが簡単かな。
ノーコンと IMT でだいぶゴリ押しできるようになったよな。あとはいつも通り線を引いてあげれば OK だね。最後に、団地の住民が生活に必要な店も整備していくよ。今ライフの店舗名に松本清ってついてたぞ。実は松清はその昔スーパーマーケットをやっていた時代もあったんだよ。なるほど、居抜きの例でしたか。そういうことにしといて。隣の立体駐車場はライフの駐車場化していくよ。ライフの駐車場のための看板なんてよくアセットがあったな。これは水木市向けに阪野さんが作ってくれたものだね。こういうリアリティのある看板がたくさん上がっているからみんな使ってみよう。仕上げに、敷地の境界線に例によって隕石ネットワークを置いていくよ。確かにこれがあるだけでだいぶ印象が変わるな。これでようやく完成だ。めちゃくちゃ団地だ。かなり大規模に分譲したからね。人口も税収も市長の評判もうなぎ登り間違いなしだよ。これで全体の何割くらい分譲したんだ？だいたい5割ってところかな。残りは当分先になると思うけど。市民の憩いを感じるな。学生も子供もいて活気がある団地だ。これからも仕事や子育てにお金のかかる若い世代を優先的に入れていきたいね。バスもかなり賑わってるようだな。市街地が自家用車で渋滞すると困るからね。なるべく公共交通は整備していきたいよね。この交差点は竹原団地交差点にしたよ。団地は竹原団地で決定か。ただし住宅の名前はコンフォート竹原にしようと思う。市民が快適に暮らす空間ってところか。そんな感じだね。休日の朝は出かける車で混み合うな。この世界には例のウイルスがないのかもね。早く気兼ねなく出かけられる世の中が来てほしいものだな。さて、そんなわけで竹原団地が完成したよ。ほんの一部分だけ輝いて見えるな。市街地の希望の星ってところだね。次はどこを開発していくんだ？次こそは観光客を呼び込むために新幹線の駅を作っていくよ。了解。JR に新幹線を止めるように言ってこないとな。頼んだ。ついでにくねくねした線路もやめるように言ってくる。あれがなくなれば大都市からも人がたくさん来るようになるだろうね。いよいよ観光計画が動き出すんだな。他にも観光客を増やす方法について浮かんだ人は、ぜひコメント欄で教えてね。市民としてのメッセージでも大丈夫だぜ。それじゃあ今回はこの辺でお別れかな。ご視聴ありがとうございました。